これは最後の問いかけだと思った。ずぶ濡れのまま歩き続けた先に光が見えた。2019年の春、韓国ソウルのある大学の卒業式会場の前で一人の男が立っていた。スーツは借り物だった。ネクタイの結び目が少し歪んでいた。手には白い封筒。その男は56歳だった。会場の外でただ待ち続けていた。扉が開いた。人波、歓声、そして花束を抱えた若者が一人人混みから出てくる。男は半歩だけ前に出た。声が出なかった。息子が気づいた。立ち止まった。何も言わない。父も何も言わない。ただ白い封筒がゆっくりと差し出された。なぜこの男はそこまで追い詰めたような表情をしていたのか。なぜただ封筒を一つ渡すだけのことがあれほど時間を要したのか。その答えは32年という月日の中にある。男の名はジョンス。若い頃から賭け事をやめられなかった。家を失った。家族を失った。貯金どころか借金だけが残った。気がつけば人生の大半をあの薄暗い店の中で過ごしていた。ところがある計算をした日から男は変わった。32年間に負けた金額を紙に書き出した夜のことだ。その数字が息子の大学4年分の学費とほぼ同じだったと知った時、男は長い間その紙を見つめたまま動けなかった。怒りでも悲しみでもなかった。もっと静かでもっと重い何かが胸の奥に沈んでいった。あの夜から始まった男の話を次は最初からたどっていこう。1992年、バブル崩壊直後の日本、大阪の下町に一人の男が住んでいた。名前は田中誠二。当時24歳。肩幅が広く日焼けした首筋に古い傷跡が一つあった。若い頃から手先が器用で大工の棟梁に「こいつは本物になる」と言われた男だった。木を削る音が好きだった。のみを握ると余計なことを考えずに済んだ。それが誠治にとっての平和だった。20歳の春、彼には夢があった。いつか自分の工務店を持つこと。小さくていい自分の名前が入った看板を1枚だけ掲げること。それだけで十分だと思っていた。転機は24歳の冬に訪れた。工事現場の先輩に連れられ初めて足を踏み入れたのは大阪西成の裏路地にある小さな雀荘だった。薄いタバコの煙、緑色のテーブル、タイが擦れる乾いた音。その夜、誠治は初めて買った7000円。それが全ての始まりだった。最初の1年は楽しかった。勝つ日の方が多かった。財布が膨らむたびに自分には才能があると思った。棟梁への弟子入りも少しずつ後回しになっていった。気づけば現場に出る日より雀荘に向かう夜の方が長くなっていた。30代に入ると賭け事の種類が変わった。競艇、パチスロ、そして違法な場所へ負けを取り返すためにまた賭けた。取り返せないからもっと賭けた。その繰り返しだった。妻は誠治が42歳の時、息子を連れて家を出た。置き手紙には一方だけ書いてあった。あなたにはもう戻る場所がない。誠治はその紙を捨てなかった。財布の奥に折りたたんで10年以上持ち歩いた。なぜ捨てられなかったのか自分でもわからなかった。罰のつもりだったのか、それともまだどこかに戻りたい気持ちが残っていたのか。56歳になった誠治の手はかつての職人の面影を残しながらも節くれだって荒れていた。工務店の夢はとうの昔に消えていた。それでも指先には木の感触が染みついたまま消えずにいた。そんな男にある年の秋、一通の封筒が届く。差出人は14年ぶりに連絡してきた息子の名前だった。封筒は薄かった。便箋
一枚、切手の貼り方が少し斜めだった。14年、声も聞かず、顔も見ず、過ごした歳月の重さが、その薄さの中に詰まっていた。2019年の秋、誠司は封筒を3日間、開けられなかった。テーブルの端に置いたまま、眺めては目をそらし、また眺めた。4日目の朝、雨が降っていた。窓の外で、雨音だけが鳴っていた。誠司はようやく、封筒を手に取った。IMG、雨の日、アパートの薄暗い台所でテーブルの上の封筒を見つめる中年男性の後ろ姿。便箋を開くと、息子の字があった。父さん、大学に受かりました。それだけだった。他に何も書いていなかった。14年ぶりに届いた言葉が、たった一個。誠司は、その一文を何度も読んだ。読むたびに、何かが喉の奥に詰まった。名前は、後期。妻が、木漏れ日のように育ってほしいと、つけた名前だった。あの妻は、もういない。離婚届に判を押した日の朝、台所に後期のコップが一つ残っていた。プラスチックの、青いコップ。誠司はそれを捨てられなかった。今も、棚の奥にある。IMG。棚の奥に置かれた古い青いプラスチックコップのクローズアップ。大学合格。息子が扉を開けた。誠司は便箋を折りたたみ、胸ポケットにしまった。そして立ち上がった。いつもならこの時間にあの場所へ向かう馴染みのルート。角を曲がって地下への階段。タバコと香水の混ざったあの空気。足が動かなかった。雨が強くなった。誠司は傘も持たず外へ出た。濡れたまま歩いた。あの階段の前まで来て立ち止まった。地下からくぐもった音が漏れてくる。いつもの音。32年聞き続けた音。誠司はポケットから便箋を出した。雨に濡れた紙が指先でよれていく。父さん、大学に受かりました。声に出さずに口が動いた。雨の中で誠司は計算した。32年間で失った金額。それは息子の4年分の学費とほぼ同じだった。偶然ではなく罰のようだと思った。いや、違う。これは最後の問いかけだと思った。誠司は階段に背を向けた。一歩、また一歩。ずぶ濡れのまま歩き続けた先に光が見えた。コンビニの白い看板だった。IMG。雨夜のコンビニ。濡れた窓ガラス越しに光がにじむ情景。その明かりの前で誠司は初めて気づいた。32年ぶりに自分の足で別の方向へ歩いてきたことに。IMG。深夜のコンビニ。蛍光灯の光が雨に濡れたアスファルトに反射している。誠司が初めてレジに立ったのはその翌朝のことだった。面接は5分で終わった。履歴書の職歴欄はほぼ空白だった。店長は何も言わなかった。ただエプロンを渡した。それだけだった。IMG。コンビニの制服エプロンを手渡すシーン。無言の店長。午前2時から6時。誠司の担当シフトは街が一番静かな時間帯だった。賞味期限の近い弁当に値引きシールを貼る。床をモップで拭く。納品されたペットボトルを棚の奥から並べ直す。毎晩同じことを繰り返した。手はすぐに荒れた。長年カードを握り続けた手が今度はモップの柄を握った。その感触の違いを誠司はしばらく考えた。IMG。深夜の無人コンビニ。モットをかける中年男性の後ろ姿。息子の拓也が初めて店に来たのは4月の終わりだった。大学の講義が終わった後、自転車で立ち寄ったらしかった。誠司は棚の補充をしていた。親父、拓也はそれだけ言った。誠司は振り返らなかった。棚に向かったままペットボトルを1本ずつ並べ続けた。お茶1本もらっていいか。金はあるのか。あるなら買え。2人とも笑わなかった。
の手の動きが少し速くなった。IMG。コンビニの棚の前、背を向けたまま作業を続ける父親と、その背中を見つめる息子。翌年の冬、現場仕事で誠司は右手首を捻挫した。包帯を巻いたまま、それでも夜勤には出た。レジを打つとき、右手が使えなかった。左手だけで何とかやった。その姿を一度だけ拓也が見ていた。何も言わなかった。翌朝、アパートのドアの前に湿布の袋が置いてあった。メモもなかった。袋だけがそこにあった。誠司はそれをポケットに入れた。誰にも言わなかった。IMG。アパートの古いドアの前に置かれた湿布の袋。冬の朝の薄い光。32年間、誠司が拓也に渡せたものは何もなかった。家もなかった。貯金もなかった。父親らしい記憶すらほとんどなかった。けれど今、二人の間には言葉にならない何かが積み重なり始めていた。湿布一袋分の重さだった。それで十分だとは誠司には言えなかった。ただ、まだ続けるしかなかった。その冬が明けた頃、誠司には知らされていない知らせが一つ届こうとしていた。IMG。冬の終わりの薄明かり。誠司が自転車を押して帰宅する静かな朝の路地。その冬が明けた2月の終わりだった。誠司の体に少しだけ変化が出ていた。右膝が以前より重くなっていた。工事現場の足場を登るとき、一瞬だけ躊躇する。それが毎朝になっていた。それでも彼は数えていた。コンビニの深夜レジで受け取る給与袋。現場で渡される日当の封筒。小さな数字をノートの隅に書き足していく。3月に入って拓也から短い連絡が来た。前期の成績悪くなかった。たった13文字。誠司はその文字を3回読んだ。IMG。誠司がスマートフォンの画面を薄暗い台所で見つめる場面。あの頃が一番穏やかだった。波風のない日々とはこういうものかと誠司は初めて思った。ところが3月の終わり、電話が鳴った。深夜2時過ぎだった。画面に映った名前は知らない番号ではなかった。拓也の母親の妹からだった。小木圭さん、姉が倒れました。声が揺れていた。誠司はその一文を受け取った瞬間、返す言葉が出てこなかった。台所の蛍光灯だけが白く光っていた。IMG。深夜の病院の廊下。青白い光の中で誠司が壁に背をつけて立っている。元妻の名前は佐々木美恵と言った。誠司は30代の頃、彼女はまだ笑っていた。それでも誠司は掛け状を選んだ。何度も何度でも美恵が家を出たのは拓也が7歳の春だった。あの日の彼女の背中を誠司は一度も正面から見ていなかった。今さら会える顔ではなかった。それでも足は病院に向かっていた。廊下の端に立つと拓也がいた。椅子に座って膝の上に手を置いていた。父親の顔を見て立ち上がりもしなかった。ただ目があった。来なくていいのに声は静かだった。怒っているのとも違った。ただ疲れていた。IMG。病院の窓から見える夜明け前の空。誠司と拓也が並んで座っている。美恵は脳梗塞だった。命に別状はないと医師は言った。それでも左半身に麻痺が残る可能性があると。誠司は廊下の椅子に座ったまま夜が明けるのを待った。隣に拓也はいなかった。その夜、誠司が積み上げてきたものが一つ揺れた。日当を数える手が少しだけ止まった。ただ止まっただけで消えたわけではなかった。それが誠司に残された唯一の根拠だった。一人で夜を越えることに彼はまだ慣れていなかった。夜が長かった。病院の廊下で一人夜明けを待ったあの夜から誠司の時間は少しだけ変わった。変わったというより重くなった。日
頭を数える手が止まりかけたあの瞬間を彼はその後も何度も思い出した。 IMG 工事現場の更衣室、夜明け前の薄暗い蛍光灯。誠司が作業着のポケットから折りたたんだ紙を取り出している。2023年の冬、誠司は57歳になっていた。便利店の夜間アルバイトを終えてそのまま工事現場へ向かう日が続いた。睡眠は3時間か4時間。体が悲鳴を上げる日もあった。それでも足は動いた。やめようと思ったのは1度や2度ではなかった。特に12月の深夜、現場の更衣室で靴を脱いだ時、足の指が感覚を失っていた朝があった。指先が白かった。温めてもしばらく色が戻らなかった。その時頭をよぎったのは息子の顔でも奨学金の金額でもなかった。古いアルバムの1枚の写真だった。息子が7歳の頃、2人で撮った海の写真。誠司が賭け事で財産を溶かし始める少し前のことだ。息子は砂浜で両手を広げて笑っていた。誠司の手を握っていた。あの手の小ささを彼は今も覚えている。 IMG 色あせた海辺の写真。子供の小さな手が大人の指をぎゅっと握っている。捨てずにいた。32年全てを失い続けた男がその1枚だけは捨てなかった。財布の奥にずっと折りたたんで入れていた。冬のある夜、アルバイト先の店長が何気なく言った言葉がある。あなた、誰かのために働いてる顔してる。誠司は答えなかった。ただうなずいただけだった。それでもその一言が翌朝の現場まで彼を連れて行った。 IMG 深夜のコンビニ、レジ越しに中年の店長が誠司に微笑んでいる。人は大きな理由では動けないことがある。壮大な誓いより古い写真1枚、深い覚悟より誰かの何気ない一言。誠司を支えたのはそういう小さなものだった。みすぼらしいほど小さかった。一人で夜を越えることに彼はまだ慣れていなかった。それでも越えていた。夜が来るたびにまた越えていた。そして4年目の春が近づいた頃、誠司のもとに一通の封筒が届いた。差出人は息子の大学だった。 IMG 薄暗い蛍光灯の下、封筒を手に持つ中年男性の手のアップ。封筒は薄かった。それなのに誠司の手はなかなか動かなかった。息子の大学、その差出人の文字を見た瞬間、彼の胸の中で何かがゆっくりと崩れていった。開けることが怖かった。良い知らせなら自分は何をすればいい。悪い知らせなら自分には何もできない。どちらにしても自分は父親として立てる場所がもうどこにもなかった。それでも指が動いた。封筒の端を1ミリずつ引き裂くように開けた。 IMG 折りたたまれた1枚の紙がゆっくりと広げられる。紙には一方だけ太い文字が並んでいた。卒業証書授与式ご案内。4年。誠司はその2文字を何度も見た。4年前の冬の朝を思い出した。息子が大学の合格通知を受け取った夜、誠司は一人で外に出た。行き先は決まっていた。32年間足が自然に向いた場所、あの扉の前まで来て彼は初めて立ち止まった。扉の前で計算した。32年間に失った金額、それは息子の大学4年間の学費とほぼ同じだった。 IMG 夜の街、薄く光るパチンコ店の看板。一人の男性の後ろ姿、かき気がした。怒りでも悲しみでもなかった。ただ静かな吐き気だった。その夜、誠司は扉を開けなかった。背を向けて歩き出した。どこへ行くかもわからないまま歩いた。翌朝、彼はコンビニのアルバイト募集の張り紙の前に立っていた。時給は920円だった。面接で年齢を告げると店長は少し間を置いた。誠
その沈黙の意味が分かった。それでも椅子から立たなかった。採用の電話は3日後に来た。 IMG 深夜のコンビニ。レジに立つ初老の男性。外は暗い。最初の夜勤午前2時。店内には誰もいない。蛍光灯が静かになっている。誠司はレジの前で一人立っていた。32年間夜はいつも別の場所にいた。煙と騒音と勝ちへの幻想の中にいた。この夜は違った。ただ静かだった。怖かった。この静けさが怖かった。何もしていないのに汗が出た。手が少し震えた。それでも彼はレジの前を離れなかった。夜明けが近づいた頃、常連らしき老人が一人入ってきた。温かいコーヒーを一缶買って、寒いねと言った。誠司ははいと答えた。たった一言、それだけで涙が出そうになった。 IMG 夜明けの空。コンビニの窓から差し込む薄い光。自分の手で稼いだ最初の朝が来た。その日から4年が始まった。 IMG 卒業式の会場。広い体育館。パイプ椅子が整然と並び、朝の光が高い窓から差し込んでいる。4年という時間は長かった。誠司の手の甲に新しいタコができていた。右手の親指の付け根。レジのスキャナーを握り続けた後だ。左手の手のひらには工事現場の手袋が残した硬い皮膚。どちらも掛け台にはない形だった。 IMG 誠司が作業着のまま更衣室で着替えている。ロッカーの扉に息子の入学式の写真が1枚貼られている。2025年3月卒業式の朝、誠司は夜勤が明けてコンビニのバックヤードで作業着を脱いだ。折りたたんだスーツは4年前に買ったものだ。少し袖が短くなった気がした。痩せたせいか、それとも体の使い方が変わったせいか。鏡を見た。56歳だった顔が60歳になっていた。でも目だけは違う何かを持っていた。 IMG 大学の体育館の外。保護者が列をなしている。誠司が一人端に立っている。手に小さな封筒を持っている。式が始まった。名前が呼ばれるたびに拍手が鳴った。誠司はずっと出口に近い壁際に立っていた。座る場所より立っている方が自分らしい気がした。息子の名前が呼ばれた。拍手の中に誠司の手も加わった。一瞬だけ両手を合わせた。それだけだった。声は出さなかった。出せなかった。 IMG 卒業生が退場してくる廊下。息子が人の流れの中に見える。誠司と目が合う瞬間、廊下で目が合った。息子は一瞬立ち止まった。誠司も動けなかった。人の流れだけが二人の間を流れていった。誠司は封筒を差し出した。言葉はなかった。息子は封筒を開けなかった。ただ受け取った。両手で静かに。中には領収書が1枚入っていた。4年分の夜勤給与の最後の明細。それだけだった。手紙も言い訳も何も書いていない。 IMG 息子が封筒を胸に当てたままうつむいている。誠司の手が一度だけ息子の肩に触れる。誠司の手がゆっくりと息子の肩に触れた。1両2両、それだけで手を離した。掛け台の上に置いた手ではなく、自分で稼いだ手で初めて触れた肩だった。その重さを誠司は生涯忘れない。今もあの手の感触を彼は持ち歩いている。 IMG 朝の公園。古いベンチに一人座る初老の男性。手にはコーヒーカップ。光が柔らかく差し込んでいる。誠司は今60歳になった。顔のシワは4年前より深い。髪の白さも増した。それでも背筋だけはあの卒業式の日から変わっていない。毎朝6時15分
彼は同じ公園の同じベンチに座る。左手にコーヒー、右手には何も持たない。コーヒーは必ず2杯分買う。1杯は自分のもの、もう1杯は隣に置く。誰かのためではない。ただ置く、それだけだ。 IMG。 ベンチの隣に置かれたコーヒーカップ、湯気が朝の空気に溶けていく。32年間彼が通い続けた場所は掛け台の前だった。今彼が通い続ける場所はこのベンチだ。習慣というのは恐ろしい。人は何かをやめてもその時間の形だけは残ってしまう。聖司はその空白をコーヒーの湯気で埋める。静かに毎朝 IMG。 古びたイヤホンを耳にさす聖司の横顔。ベンチに座ると彼はいつも同じ曲を聴く。息子が生まれた年に流行った古い歌謡曲だ。曲名は言わない。ただあの頃の自分がまだそこにいるような気がして消せずにいる。4年間の夜勤で耳が少し遠くなった。音量を上げると補聴器の担当者に怒られる。それでも彼は少しだけ音量を上げる。聞こえないと意味がない。聖司は今日もベンチに座る。コーヒーが冷める前に古い歌が終わる。それだけで一日が始まる。 IMG。 夕暮れの公園のベンチ。一人の老いた男性が座っている。コーヒーカップを両手で包むように持ち遠くを見ている。息子は今日も会社に行く。父親は今日もベンチに座る。二人の間には32年分の時間がある。埋まったものとまだ埋まっていないものが静かに混在している。電話は短い。要件よりも声を確かめるためにかけてくる。父親にはそれが分かっている。言葉にはしない。ただ受け取る。飯食ったか。その一言を父親は何度反芻するだろう。通話が終わった後、画面が暗くなるまで手の中に電話を持ったまましばらくそこにいる。 IMG。 男性の手元、古い携帯電話の画面がゆっくりと暗くなっていく。32年という時間を想像してほしい。生まれた子供が大人になる時間だ。桜が32回咲く時間だ。その間ずっとある父親は間違い続けた。一度も正しくなかったと自分では思っている。それでも最後の4年間だけ彼は違う選択をした。深夜のコンビニで0時を過ぎた時計を見ながらレジの前に立ち続けた。工事現場で56歳の体に鞭を打ちながら日当を封筒に入れた。誰にも言わなかった。息子にも言わなかった。ただ積み上げた。それだけだ。 IMG。 夕日の中、ベンチから立ち上がる男性の後ろ姿。ゆっくりと歩き始める。あなたの隣にもいるだろうか。不器用なままずっと遠くにいた人が言葉より先に行動で何かを伝えようとしている人が気づかないふりをしているのか、本当に気づいていないのか、自分でも判断がつかないような関係だ。飯食ったか。その一言の中にどれだけのものが詰まっているか。受け取った側はきっと知っている。コーヒーが冷める前に今日が始まる。それだけで十分なのかもしれない。